皆さんどうもはじめまして、ウッズスケートショップのレイです。本日はですね、ぐんぐんチャンネルのぐんそうくんからオーリーのハウトゥー動画をお願いされたということで、電車に乗って梅田の方にちょっと撮りに行きたいと思います。まあ僕流のオーリーのハウトゥーになると思うんですけど、ぜひ皆さんこれを見てもらってオーリー頑張っていきましょう。それではレッツゴー。じゃあ僕のセットアップをざっくりですけど説明していきたいと思います。皆さんご存知のサンタクルーズのデッキインチは 8.5 を使ってます。トラックはインディ144のフォージドフォロー、ウィールは OJ ウィールで、ベアリングはボーンズスイス使ってます。でビスはケントハードウェアっていう吉岡健人がやっているイケてるスケートカンパニーを使っていますね。セットアップのこだわりは長さ、デッキの長さが、32あれば調子いいです。 8.5 とか、8.375 ぐらいから、長さが32になってくるんで、それがオーリーがしやすかったり、トランジションランプとかボールもやりやすいですね。ブッシュゴムも僕は絶対にインディの純正、買ってつけるんじゃなくて、もともと買った時からついてる純正のインディのブッシュゴムをずっと使ってます。ウィールの形とかは特にこだわりはないですけど、デッキが大きい分タイヤは少し小さめにしてます。だから 53mm とか 52mm ぐらいのウィールを使っていつもスケートをやってます。では早速オーリーのスタンスから説明します。これはもう僕のやり方なんで、これが正解とは言いません。僕のオリジナルのやり方です。 OK ですか？はい。ではまず前足ですね。前足はこのビスの4本見えるこの辺です。この辺ですね。はい。結構みんなスタンスを狭めたら高く飛べると思う人がいるんですけど、結構僕の中ではそれは間違えてると思ってて、スタンスはできるだけしっかり乗る感じですね。なんならビス2本隠してもいいぐらいです。最初はこれぐらいです、か4本見えるぐらいですね。で後ろ足がテールのコンケーブの、なるべくギリギリですね。これなんでかっていうと、手で説明するんですけど、こういう感じでずっしり踏んじゃうと、テールのヒットする時間が遅れるんですよね。だから極力端っこの、しかも足のこの辺ですね、付け根をちょうどこの辺にこうグリ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 ってこう踏めるところに足を置きます。こうすると弾いた瞬間にすぐにこう力がテールに伝わって綺麗にまっすぐ叩けます。パチンって。これが結構べったり踏んじゃうと、これちょっともうぽっかり当たっちゃうんですよね。なんでなるべく端っこに置いてコンパクトに蹴る。この方が強く、しかも綺麗に弾ける。なんでオーリーの最初の練習のスタンスはこんなもんですね。なるほど。がスタンスです。僕のスタンスです。これ、2ステップ目。オーリーは全て4つあるんで、動きが。1個目がスタンスで、次ジャンプですね。2ステップ目説明していきます。でさっき説明したスタンスを取ってもらって、で、まずは、しゃがみます。ぐーって
しゃがみます。はい。でこのしゃがむポイントがあって、結構最初初心者の人たちってしゃがんでくださいって言うとこう頭を下げちゃうんですよ、こうやって。これすると目線が下がってるだけで実質膝とか腰は全然曲がってないんですよ。腰を落とす、膝を曲げる、しゃがむって言った時は頭ももちろん下げるし体も下げる、ちゃんと。これがみんな結構こうやっちゃうんですよ。そっから飛びに行くとさすがに飛ぼうとしてでも飛べない、だからしゃがむ時はしっかりしゃがむ。グーッて、これポイント1で、次弾いて弾きます。だから弾いた時にはさっき言った時にしっかり後ろ足を弾く、叩く地面に。で叩いたら、デッキが上がってくるんで、その時に大事なのがオーリー足。よくいろんなハウトゥー動画とか、いろんなところで言うと思うけど、オーリー足、これをしっかり最初のスタンスから上まですり上げる、やーって、これをしっかりできてないとオーリーってできないんで、しっかりすり上げる。でそれをすり上げてるかどうかの証拠を見るときはもう靴見ればすぐ分かるんで、だってボロボロなってたらちゃんと擦れてる証拠、けど靴が綺麗な人はちゃんと擦れてないからしっかりすり上げる、しゃがむ、蹴ると同時にすり上げるっていう。そしたら次どうなるかっつったら、弾いてすり上げました、ビューって、デッキがこうやって上がってきます、こうビューって上まで。でみんなやりがちなのがこれで終わっちゃうんですよね。しゃがんで弾いてすり上げたらそのままみんな着地に行っちゃうんですよ。どうなるかって言ったらこんな感じのちょっとこうヘノヘノっとしたオーリーになっちゃいます。だから次大事なのが、すり上げた後大事なのが、一番最初に弾いた後ろ足をすぐに上げてあげる。弾いたやつをほったらかさずにすり上げた後後ろ足を上げる、そうしたらこういう平行にオーリーがなります。で最後4つ目、着地がオーリーの動きになるんですけど、結構みんなやってしまうのが弾くのより先にこうすり始めちゃうんですよ、そうするとテールがヒットする前にもうすり始めてしまって、こういうオーリーになってしまう人もいると思います。だからこういう人はちゃんと後ろ足を弾く、で僕がなんかいろんな人にオーリーを教えるときに言うのが、テールの弾く音を聞くって言うんですよ、ちゃんと聞く、こう聞こえるんで、オーリーする瞬間にそれが聞こえたときにはもうちゃんとすり始める動作をしとけばオーリーは絶対弾けます、で最後の忘れたらあかんのが後ろ足をしっかり上げる、これをしっかり覚えてもらえれば綺麗なオーリーができます、で上手くなってきたらなんかよく見る差しオーリーとかこんなやつとか、いろいろあるんですけど、まずは低くてもいいからちゃんと弾いて空中で平行にして4輪着地、で着地を適当にしちゃうとしっかり弾けてるのに着地がこうやって前から落ちる人がいるんですよ、で多分オーリーをやり始めて結構一番最初にみんながぶち当たるのって多分これなんですよ。弾けたのに前から落ちちゃう、これのなんでかっていうと人間って先に上げた足が先ついちゃうっていう、そのなんていうの、そういうなんていうの性質があるというかあるらしくて、先に上げた足が前についちゃうんですよ、どうしても、守るために自分を、だからオーリーした時に先にパーンって上げた方がもう先落ちちゃうんですよ。なるほど。だから結構みんなこうなっちゃうんですよ。
だからどうするかっつったら、ちゃんと弾いた後前が落ちひんようにしっかりキープしとく。でその時に後ろ足を持っていく。だから綺麗なオールをこうピシッて、着地の時には同時にこれをしっかり前で支えとかないと前がこうやって落ち始めちゃうんで、いい感じに後ろ足が上がってきてんのに前から着地しちゃう。なるほど。しっかりしゃがんで弾いてすり上げてキープで後ろ足上げて着地。これがオーリーの僕のやり方です。先ほどの、スタンスから次は実際にオーリーをやっていきます。でまず、最初にやるのは、やっぱり止まりながらやります。でさっき教えたスタンス全部作って、まずは飛ぶことから、しっかり後ろ足を弾いてジャンプ、軽くで最初は軽くでいいです。いきなりハイオーリーみたいなクオリティの高いオーリーって絶対できないんで、まずは低く、もう飛んでるか飛んでないかわからんぐらいしっかりテールを弾いて、その形を作っていく。ゆっくり、最初はゆっくりでまずそもそもちゃんとこうテールを当てれない人の練習方法は、スタンスを作ってしゃがんでこういう練習、一つ一つのステップをちゃんとこう頭の中に入れるためにゆっくりやる。モーション全部ゆっくり。これを何回かやって頭の中に入れる。でその後に実際にジャンプして練習する。で最初は今みたいな感じで失敗がずっと続くと思うんですけど、まずはこのやり続けること、しっかり弾いてジャンプしていく。低くてもいいんで、まずは止まりながらやり続けること。でこれができてきたら少しずつ高さを上げていく。でやっちゃダメなのが、いきなりワーンみたいなオーリーをしだすと、オーリーが変な癖ついて、かっこいい綺麗なオーリーにはならないんで、少しずつ自分のペースでいいからちょっとずつ上げていく。こういう感じで少しずつどんどんで最終的にちゃんとこうピークで持っていけるように。だからまずは少しずつっていう感じで練習をしてみてください。まずは低く、でちゃんと弾いて着地まで持っていく。で、それができてきたらようやく進みながら、メインの方に進みながら、まっすぐ進みながら弾いて飛ぶ。でこれも、進み出したからって言ってそのオーリーやることが変わるってことはないんで、進んでても同じ動きをする。強いて言うなら体の向きですね。止まりながらの時ってまっすぐこうしゃがんで飛ぶと思うんですけど、進みながらになると体は少し進行方向に傾ける。こうジャンプするんじゃなくて少し体を開く。行く方向に体を向けて、で同じようにオーリー進みながらです。これも最初はゆっくりちょろって進んで、
低くでいいから。はい。で少しだけ進んで体を行く方向に向ける。止まりながらのオーリーと進みながらのオーリーをうまくで速く、他の人よりも少し速く先に行けるオーリーの練習方法、これはもう僕流なんですけど、フェイキーオーリーを練習すること。なんでかって言ったら、フェイキーオーリーを練習するときに何が必要かっていうと、テールの弾き方が重要で、止まりながらのオーリーとか進みながらのオーリーってとりあえずテールを弾けば飛べるんですよ、ジャーンって上に。けどフェイキー後ろ向きに進むオーリーで真下に弾いちゃうと、こうやって自分だけ飛んじゃうんですよ、ジャーンって。スケボーがついてこないんですよ。どうするかっていうと、後ろ向きフェイキーの方にちゃんとテールを弾いてあげる。こうしたらフェイキーオーリーができるようになって、このフェイキーオーリーが止まりながらのオーリーとかそのメインのオーリーにすごい役に立ってくるんで、オーリーを他の人よりちょっと一歩先に行きたい人は密かにこの練習するべきです。僕はずっとしてました、これフェイキーオーリー。メインのオーリー練習しながらフェイキーオーリー練習する。今ミスっちゃったけど、しっかり弾いてあげる。これを練習してたらオーリーがすごく綺麗にできてきます。で次、これがある程度できてきた人は次何をしたらいいかっつったら、歩道の上を登る練習をしてください。ちょっと今ここはないんですけど、よく歩道があると思うんですけど、それにまっすぐ登る練習、しかも低い歩道で登る練習をする。まっすぐ。これなんでいいかっていうと、フラットのオーリーってでき始めると結構俺結構できてるかもって思うんですけど、いざその段差を登るってなるとタイミングとか、しかもちゃんと後ろのトラックが引っかからへんようにそれを登りきるっていうのはフラットではもうできないんですよ。だから低い歩道をまっすぐ登る練習を次はしてください。そしたら次何が出るかって言ったら、タイミングが難しかったり、多分最初ね登ったとしても少しデッキが曲がったりしちゃうんで、それをまっすぐ綺麗に登る練習をしてください。でかつその高さに合わせて、例えばこれが歩道の高さとしましょう。今はこう上にあるとして、こうやって飛んだらダメです。ブブース。この歩道の高さに合わせて登る。これを意識してやってもらえれば、例えば歩道に登った後すぐに降りなあかんとか、そういう応用を聞かすためにはオーリーをコントロール自分でできるようにならなダメなんで、それに飛べるからってこんな高いオーリーしてるとコントロールできてない証拠なんで、ちゃんとその高さに合わせる。で例えばすぐ降りるとか、登ってまた登らなあかんとか、そういう練習になるんで、この、止まりながらのオーリー、進みながらのオーリー、フェイキーオーリーができてきたら、次は歩道を登る。歩道なんてどこにでもあるんで、誰でも練習できます。それもいいことも一つ、どこにでもあるんで、パークに行ってパークのマニュアル台でもいいんですけど、ちょっとすぐしたいっていう時には歩道が一番いいです。
でそれができたら、まあ、もちろん歩道を登って降りる、登って降りるとか、あとはそうですね、まあその歩道を登る練習をすると何がいいかって言ったら物飛び。例えばまあそのスケボーを飛びたいってなったら、これが歩道やと思えば飛ぶタイミングって分かるじゃないですか。一緒なんで、ただ上に地面があるかないか。だからその物飛びをするためにも歩道は結構重要、オーリーの中で。で僕はもう、まあ、さっきのフェイキーオーリーにしろ歩道を登るっていうのをめちゃくちゃやってたんで、バカにしてると結構ねこれは後々食らうっす。だからまずは歩道を登る練習で、その後まあペットボトルでもいいし、まあ結構オーリー自信ある人はデッキでもいいし、まあデッキ横にしてでもいいし、まああとは組コーンをまあやって飛ぶ練習をしてもらったりとかっていうのをしてると、オーリーって必然的に高く、しかも綺麗で、まあスムーズにできてくるんで、まあこの2つからそれが大事なのは、フェイキーオーリーと歩道を登ることで、あとはぶっちゃけ数です。オーリーマジで数です。もう僕はね小学校6年生ぐらいからスケボーやってるんですけど、ひたすらオーリーをずっとしてました。オーリーしたくてたまらんかったんでもうねマジで何千万回っていうぐらいオーリーテール弾き続けてきたんで、それぐらいオーリーってこう継続的にやれば誰でも高くなるし綺麗に飛べるんで、この2つをバカにせんとやってみてください。もう騙されたと思ってやったら多分少しずつ変化してきます。昨日まではこんな感じやったけど、なんか今日はこうちょっと後ろ足がこうクッてひっついてきたかなっていうのが感じれると思うんで、この2つをちょっと頑張ってやってもらって、ほんで、まあ、おまけはそうですね、組コーン、まあ、さっき話した組コーンを飛べるようになった人は次何をしたらいいかって言ったら、結構みんなね縦コーン飛びたがるんですよ。組コーン飛べたから次ちょっとこう立てて縦コーン飛んだろ感があるんですけど、それする前に一回やってほしいのが組コーンを縦に向けるんですよ。まあ、これが組コーンやったらこれを横に向けてそれをまっすぐ飛ぶ。これはね結構ね重要で、高さ同じなんですよ別に、で飛んでる物体も一緒やけど、ちょっとこの長さ変わるだけで一気に変わるんですよ。でこれも組コーンが余裕になってきた人はぜひやってみてください。これすると何がいいかって言ったら、オーリーの滞空時間、飛んでからの滞空時間を覚えるのには一番いいです。横にしとけばちょっとの差なんですけど、この差ってほとんど一緒なんですけど、いざオーリー飛ぶと結構変わるから、これを覚えてれば幅跳びとかオーリーで幅を飛ぶとか、なんていうの、まあ根本的にフラットのオーリーの滞空時間が長くなったりとかっていう練習にもなるんで、組コーンも両方する、横と縦、これを2つだからまあ4つかな、大事なのはフェイキーオーリーで歩道で組コーン、まあ、横バージョン縦バージョン、これをたくさんもうめちゃくちゃやりすぎやろ俺っていうぐらいやってもらえれば、もう多分マジでオーリーマスターになれると思うんでやってみてください。僕はこれをもうかれこれ 4,5 年ぐらいずっとやり続けてます。だから結構いろんなもの飛べるんで、例えば縦コーンとかゴミ箱とか、まあなんか自転車とかいろいろあると思うんですけど、そういうのも結構こう簡単にピョーンと出てくるんで、この4つを大事にオーリーしてもらえればきっとあなたもオーリーマスターみたいな感じでなると思うんで頑張ってみてください。